最近ホイールの動画ばっかでごめんなさい。他の動画を見たい人はリクエストを送ってね。で、前の動画で言った通り、近々このホイールのスポークを組み替えて遊ぼうとしてます。スポークは注文してたわね。組み替えたらそのレポートをするわけだけど、ぶっちゃけ違いはわからないと思います。パワーやタイムを測ったとしても、意味のある差は出るはずがないくらいの考えです。あらま。だからって適当にポエム流して終わりってのもあれなんで、せめて横合成くらいは数値化したいとこです。適当な材料を調達してホイールを固定して、荷重は重りでかけて、変形をダイヤルメーターで測定するくらいなら現実的かなって考えたんだけど、それでも何万円かかかりそうだし、そんな装置は重くてかさばるので家に置いておきたくありません。なんとか手持ちのアイテムでやりくりできないかなって考えてたらこうなりました。なんというか、身近なものでしっかりホイールを固定できるものって言ったら、やっぱり自転車のフレームそのものになるんだよね。少なくともフレ取り台より良かったです。この状態でフォースゲージでリムをゆっくり引っ張ります。このダイヤルゲージは針1周で 1mm なんだけど、これを凝視しながら目標の距離を引っ張ったら、そこで力を抜きます。するとフォースゲージのピークフォールド機能でその時の力が記録できるわけです。本当はフレームを横にして、荷重は重りでやるのが安定で精度が出るんだけど、フレームを横にできるようなスペースもないし、適当な重りもないからこれで妥協です。ダイヤルゲージはなぜか持ってんだけど、フォースゲージは中国製のものを7000円くらいで買いました。このシステム、見た目は確かにあれだけど、意外と再現性があって実用的っぽいです。これは試しにゾンダの後輪を2回測ってみたデータです。0.5mm 刻みで力を記録していっています。ゲージは目で見て止めているだけなので、普通にプラマイ 0.1mm くらいの誤差は出ますが、それなりの直線が出ていますね。この直線の傾きが大きいほど横合成が高いと思ってください。多分重りでやればもっと綺麗な直線になってたと思います。この仕組みはホイールを組み替えた時の検証用に考えたんだけど、組み替え用のスポークはまだ届いてません。でも、せっかく使えそうな仕組みだから、今回はホイール合成に関して過去動画で言ったけど、信じてない人が多そうな2つのテーマについて検証してみようかと思います。まずは合成の左右差についてです。過去動画では左右非対称なホイールでも、特定のスポークが緩み切るまでは左右の合成の差はあまりないと言いました。さらっと言ったからほとんど流されてたぞ。このグラフ、破線と実線があるけど、実は実線側が右方向、つまりスプロケがある側への変形、破線が左側への変形を示しています。それぞれ2回ずつ測定してるから、線が2本ずつです。多くの人が左側への変形の方が弱いと思っていたかと思いますが、この通り、ほぼ一致です。これは材料力学とか勉強したことがある人にとっては特に意外な結果じゃありません。基本的に、こういうトラス構造的なものは荷重を反転させると変異も同じ大きさで反転する性質があるんです。厳密には変形が大きくなってくると形状自体の変化によって左右差が出ます。今回の例の横変形は結構大きい部類なので、グラフが右に行くに従って何パーセントか左変形の方が弱くなると予想はできますね。点線の左方向への変形の方が低合成に見えなくもないわね。この精度でそれを判断するのは危険ですね。まあ、あってもその程度の差しかないってことです。さて、合成ってのは普通、一定の変形をさせるのに必要な力で表します。単位は力毎距離です。このホイール、ゾンダの後輪の場合はグラフから読み取ると、おおよそ 5.1kg フォース毎 mm の横合成と表現できます。もちろんホイールの横合成を測定したのはアジが初めてなんてことはなく、過去いろんな人がやっています。例えばルーズ・アーティサナルズというサイトで公開されているグレートホイールテスト2008という記事では、多くのホイールの調査をしていて、
その中に横合成の測定もあります。古い記事なのでワンチャンゾンダもあるかなと思ったけど、残念ながらありませんでした。引用させてもらっているこのグラフは、いろんなホイールの後輪の横合成を高い順から並べたものです。文字が潰れて見えないのは仕様です。概要にリンク貼っとくから、詳細見たい人はそっから見てください。でもこの時代のほとんどのホイールが30から60ニュートン毎ミリメートル、つまり3から6キログラムフォース毎ミリメートルくらいの間の横合成を持っていることがわかります。ちなみに一番左にいるのはカンパニョーロのユーラスです。ゾンダはありませんでしたが、ゾンダに割と近そうなフルクラムレーシング5エボリューションはあって、その横合成は51ニュートン毎ミリメートルとなっていました。単位をこっちに揃えると 5.2kg フォース毎ミリメートルです。アーシが測定したゾンダの横合成が 5.1kg フォース毎ミリメートルだったから、ほとんど一致ですね。このサイトの測定はもっとちゃんとした装置でやっているけど、アーシの簡易測定でも似たような結果が取れることがわかります。ちなみにアーシがいつものスプレッドシートで計算した場合は 5.6kg フォース毎ミリメートルになるんだけど、これもかなり一致してすごいでしょう。はいはい。まあこれはリムの影響を適当に処理してるから偶然みたいなもんだけどね。ちょっと話がそれちゃったけど、とにかく構造が非対称でも左右の合成は意外なほど対称性があるって話でした。でもこれはゾンダが特殊なスポークパターンだからでは？というわけで、こっちの普通のスポークパターンのホイールのデータも取りました。もともとこれを組み替えた時の比較の準備だしね。比較用にゾンダのグラフも残しておきます。下の刀剣と記載があるのが新しいデータです。見ての通り、これは完全な左右対称にはなりません。破線の左側への変形が後半落ち込んでいます。これが過去動画で言った特定のスポークが緩み切ることによる合成の急落です。左への変形時のみおよそ 20kg フォースから発生していることがわかります。逆にこの限界を超えない限りは左右の合成はほぼ等しいこともわかりますね。こちらも横合成を数値化するとおよそ 4kg フォース毎ミリメートルです。ゾンダの2割落ちですが、このホイールもかなり太いスポークを使っており、24本スポークのホイールとしては高い合成を持っています。先ほどのグレートホイールテストを見ても 4kg フォース毎ミリメートルは決して低い数値じゃありません。ゾンダの方が 100g くらい重いから合成が高いのは驚くとこじゃないけど、30kg フォースの荷重でも緩みが発生しないのは優秀に見えます。ゾンダもさらに荷重をかければどこかで緩みが発生するはずですが、これ以上は筋力的に限界なのでやめました。この特性を普通のスポークパターンで持たせるのはかなり難しそうなので、特殊スポークパターンを使える缶組ホイールの強みと言えますね。ところでですが、ホイールの合成測定自体はいろんなところで散見できますが、このように左右差や合成の変化ポイントまで公開している例は結構レアです。というかざっと検索する程度では出てこないので、この動画の情報はそれなりに価値あると思いますよ。というわけでチャンネル登録しましょう。続いてもう一つの検証をしましょう。合成とテンションの関係は結局どうなのってやつです。過去動画ではこの緩み切るポイントが変化するだけで、そこまでの合成は変わらないよと言いました。これに関しては結構反対意見をいただいています。コメントでもいくつかそういう立場の記事を紹介してもらったので目を通したのですが、一瞬そうかもと思っちゃったのもあったけど、よく見たら条件設定がおかしかったり、特定の要素だけに注目して寄与率を計算してなかったり、基本的にはまあって感じでした。でもアーシ自身も自分で試したわけじゃないから、良い機会なので確認しておきましょう。このホイールの吊るしの状態を基準にして、そこから高張力側のニップルを1回転または半回転緩めます。これをやるとフレ取りをしないと使えなくなっちゃうけど、どうせ組み替える予定だから OK です。それに合わせて低張力側も緩めて、結果が狂わないように最低限のセンター出しだけして測定します。こちらが結果ですが、
張力を下げると合成が変化するポイントが下がっていくことが確認できます。ちなみに一番張力が低いやつは、こんなんで使うやつはおらんだろっていうくらいゆるゆるです。それでも緩み切るポイントまでの傾きはほぼ変わりませんね。また、右側への変形においては影響がほとんどないことがわかります。差があるようにも見えるかもしれませんが、上から中テンション、低テンション、中テンション、高テンションって並びですからね。具体的な張力は、張力系付属の換算シートを信じるなら元の右側が約 80kg フォース、一つ下が約 55kg フォース、一番下がレンジ外ですが推定 35kg フォースくらいです。でも簡易的な張力計の上、あまり名高くないメーカーのものなのでちょっと怪しいです。感覚的にはこの 1.3 倍くらいありそうですが、ちゃんとした張力計が欲しいですね。高いからダメです。まあ今回の検証で絶対値は重要じゃないのでよしとします。ちなみにこのホイールのグラフから読み取れる横合成は 4.0kg フォース毎ミリメートルで、アーシの計算上での横合成は 4.2kg フォース毎ミリメートルでした。めちゃ一致するじゃん。同様に合成が変化するポイントも計算してるんだけど、これは初期張力 85kg フォースの時、約 6kg フォース、変形量で 1.3mm です。全然違うじゃない。実際の初期張力が曖昧だけど、3倍くらい違いそうです。この差の原因ははっきりとは言えないけど、リムの変形のせいかなと思います。この数値は、先に計算した合成と、幾何学的にスポークの微量が0になる形状を組み合わせて算出していますが、リムの変形は考慮していません。でも実際は、あくまでこのホイールの場合はだけど、スポークを締め上げても、締め上げた距離の半分くらいはリムの変形に吸われているようです。じゃなきゃ縦振れの修正とかできないから当たり前。実際のホイール変形時は、このリムの変形が解放される過程があるので、アーシの計算から大きなズレが生じていると思われます。ここの部分はなんとかモデルを改善させたいものです。ちなみに拡張力で簡単な試乗をしてますが、高テンションと中テンションは全く違いが分からず、低テンションでは立ちこぎで右に寝かせた際に腰砕け感がある程度でした。家の周り一周しただけだから、出して瞬間的に 600W ってとこです。逆に普通にまっすぐ走っているだけならゆるゆる低テンションでも何も差を感じませんでした。アーシは敷地さえ超えなければ合成に差がないと知っているので、逆プラシーボみたいなのが発生しますが、振動数がどうとか微細な影響の可能性を考えても、敷地を超えない限り、揃いきれない空気圧の最上の変化が生じるとはどうしても考えにくいです。こういうことを言うと高テンションのアンチと思われるかもしれないけど、別に敷地されてもいいことありませんからね。合成が下がった領域を使って乗り心地を良くしようとか考えちゃダメです。この領域を使うと急速に故障することがよく知られていますからね。なので壊さない範囲で高テンションにしとくのが良きです。というわけで、今回の検証は以上です。ホイールにかかる横力はほぼほぼ体重に比例し、あとはフォームの影響を強く受けるはずです。駆動トルクもスポークを緩めますが、平地のギア比ではそれほどトルクがかかりませんので、たとえ 1000W 超えを出せるかなりパワーのある人でも駆動力だけではスポークを 10kg フォース分緩める程度でしょう。今回は計算過程の説明を省きますが、これはギア比に比例なので、上りなら3倍くらい影響度が上がると思います。いずれにせよ体重の寄与率の方が高いはずです。フィーリングでホイールを選ぶのもいいですが、ここら辺を考慮していけば机上でも必要なホイールスペックがある程度見積もれるかもしれませんね。では、今日の動画はこれで終わりです。この動画を気に入ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。動画のリクエストも待ってます。今のところ工具の動画とジオメトリの動画のリクエストをいただいてます。あとは最近のトレンドについてってリクエストもあったけど、トレンドに太い系だからちょっと難しいかな。それじゃ、バイバイ。バイバイ。